ママ動画は投稿の下で勉強のためのもので、君のこと私のこと誰かのこと知らないこと教えてよまだ知らない話叶えるために今心開いて寂しくせに構ってほしい言えずに何回はにかんだ少しの嘘はどうせならもっとうまく使えるのにまじまじと生きてたら壁ばかりが見えてきて気がつけばラビリンスそんな人生はやだよもしそれがまだ知らない私ならばもう明日は少し魅力的になるべきであるこんにちは。会計士受験生のずんだもんなのだ。こんにちは、友達のメタンです。最近僕は NPO 法人さんの会計書類のチェックにハマっているのだ。重箱の隅をつつくようなチェックしかしないけどね。鶴瓶ワイゲタを立つなのだ。はいはい。で、今日はもちろんボンドプロジェクトの最新書類についての後編やるのよね。もちろんなのだ。本日のテーマはじゃじゃん、ボンドプロジェクトの2023年度の書類でキャッシュフロー計算書を作ってみたいのだ。で、あれその1って何？今回が後編で最終版でしょ？後編もやっぱり長くなりそうだから団長の思いで後編を2つに分けてみたのだ。後編その2はなるはやでアップしてきたいからお楽しみになのだ。ママへはてなわけで早速ボンドプロジェクト最新書類の14期の活動計算書で経常赤字になってるのに貸借対照表では土地や建物が大きく増えているから資金繰りとかを分析していきたいのだ。キャッシュの動きを分析する上で大事なことはこの活動計算書に載っている赤字額の1688万1550円はそのまま現金流出額になるわけではないということなのだ。発生主義会計だから利益の増減と現金の増減は必ずしも一致しないのよね。そうなのだ。むしろ貸借対照表を持ってきてここの現金項目の金額を当期と前期で比較すると差額の1億2417万1403円が現金流出額だとわかるのだ。なるほどね。当期の赤字額よりだいぶ大きいわね。でもこれだけじゃどういう理由で現金がなくなってるかわかんなくない？そうなのだ。そこで役立つのが財務算表の一つであるキャッシュフロー計算書なのだ。これが実際の企業のキャッシュフロー計算書なんだけどキャッシュフロー計算書の作り方には大きく2種類あるからそれぞれ持ってきたのだ。そのどちらも現金の流れつまりキャッシュフローを企業の営業活動に関連する営業キャッシュフロー設備投資とかに関係する投資キャッシュフロー増資や借り入れとかの財務活動に関連する財務キャッシュフローって感じで3つに分けていてそれにちょっぴり為替の影響とかを調整すれば当期の現金のトータル増減額が出てくるのだ。それを現金の期首残高に足し合わせると現金の期末残高になるということなのだ。なるほどね。ところでここに現金および現金同等物って書いてあるけどこれ何かしら？これは容易に換金可能でかつ価値変動リスクが均小な短期投資のことで例えばコマーシャルペーパーとかが該当するんだけど今回の分析に関係ないからシカとするのだ。はいはい。そんで左側が直接法で作られたキャッシュフロー計算書で右側が間接法で作られたキャッシュフロー計算書なのだ。ふむふむ。その2つの主な違いは営業キャッシュフローの記載方法にあるのだ。営業キャッシュフローのうちここに小計欄ってのがあるんだけどその小計欄より上の計算方法が違うのだ。も
ちろん計算結果は同じになるのだ。そんで小計欄より下は直接法も間接法も同じなのだ。なるほどね。ビッグ4の解説ページを見てみると、直接法は商品の販売、仕入れとか人件費とかの主要な分類ごとにキャッシュフローを表示して分かりやすいんだけど、作るのが面倒だよねと書いてあるのだ。対して間接法は PL 上の利益にいろいろ調整して無理やりキャッシュフローにする方法なのだ。だから PL の利益とキャッシュフローの関係が分かりやすいというメリットがあるらしいのだ。手間も直接法よりはかからないから、実務上はほとんど間接法らしいのだ。だから直接法の事例を見つけてくるのに苦労したのだ。お疲れ様、ずんだもんくん。えっへん。実際見てみると、直接法の方は営業から得た収入がいくらあって仕入れや人件費にいくら使ったかとかが分かりやすいわね。そうなのだ。でも間接法の方はなんかよくわからない項目がたくさん調整されててちょっと分かりにくいかも。そうかもしれないのだ。いずれにしてもこの3つのキャッシュフローごとの合計金額はここに書いてあるんだけど、3つのキャッシュフローがプラスかマイナスかで経営状態のパターン分析ができるかもしれないのだ。ここに持ってきた例はちょっと特殊で、国立大学法人の名古屋大学のレポートに示されているパターン解釈なのだ。この3つのキャッシュフローの符号の組み合わせによって民間企業ではこういう経営状態であることが多くて、でも国立大学法人はちょっと解釈が違うこともあるよねって感じで書いてあって面白いのだ。確かに純粋な民間企業と大学とでは解釈に違いがあってもおかしくなさそうね。じゃあ NP 法版のパターン解釈ってないのかしら。ふっふっふ、そう言うと思って用意してましたなのだ。こちらが宮崎県ホームページから取ってきた NPO 法人会計講座の資料なんだけど、ここにパターン分析が書いてあるのだ。でも残念ながらそのうち6パターンについては考えてみましょうって書いてあってわかんないのだ。ひょっとすると講座の中で議論しながら答えを導き出していったのかもね。そうかもしれないのだ。ここ見てよ、ずんだもんくん。キャッシュフロー計算書は NPO 法人会計では求められてないって書いてあるわ。そうなのだ。今回やってみるのはあくまでも僕の独自試算なのだ。はいはい。そんなわけで直接法と間接法の作り方を見ていこうなのだ。現金勘定に着目すると、直接法ではこんな風に期首現金残高があって、こんな感じでいろんなキャッシュフローが溜まっていって、最後には差額で現金の期末残高が計算されるのだ。そんでこれをこんな風に3種類のキャッシュフローに分類すれば出来上がりなのだ。ふむふむ。これを貸借対照表全体の視点から見ると、ここに前期の貸借対照表があって、ここに当期の貸借対照表がありますなのだ。そのうち試算の部にある現金勘定の増減つまり変化がさっきの表で表されているということなのだ。具体的にはここが現金の期首残高で、ここが現金の期末残高なんだけど、この部分がその現金の変化の内訳になりますよということなのだ。さらにそれを3種類に分けたもの、それがキャッシュフロー計算書なのだ。なるほどね。次に間接法を見ると、さっきの解説ページによると税引き前利益からスタートしていろいろ調整するのが間接法で、 PL の利益とキャッシュフローの関係が分かりやすいとされているのだ。私にはあんまり分かりやすく思えないけど。まあまあ図で見てみると PL はだいたいキャッシュフローの流れを表してて、そこに前期と当期の貸借対照表を持ってきて、貸借対照表を使って PL の収益や費用をキャッシュフローに調整するってのがさっきの解説ページの説明に近いかもしれないのだ。でも僕はむしろ貸借対照表の増減をベースにして現金の動きを導いて、それを PL を使って調整するって考えた方が間接法が分かりやすくなるかもしれないと思うのだ。具体的にはどういうことかしら。図を使ってみてみようなのだ。ここに前期の貸借対照表がありますなのだ。そんでこっちに当期の貸借対照表を用意しますなのだ。この例では全体としての貸借対照表のサイズは大きくなってるけど、それがどういう要因によるものなのか、このゾーンで増減比較してみようなのだ。オケオケ。まず現金以外の
の試算に着目すると増えてるっぽく見えるんだけど、細かく見るために前期の現金以外資産を比較ゾーンに移動させましょうなのだ。さらに当期の現金以外資産を比較ゾーンに移動させると、この差額が当期の現金以外資産の増加額になるのだ。そんでこれを一旦こっちにのけときましょうなのだ。そんで次は負債に着目すると、前期と当期の差額が当期の負債増加額になるのだ。これもこっちに避けときましょうなのだ。最後に賞味財産についても、前期と当期の差額が当期の賞味財産増加額になるのだ。そんでこれをこっちに避けるとこんな感じになるのだ。そうして避けられた増加額グループを増減比較ゾーンに戻すとこんな感じになって、この差額部分が当期の現金増加額になるのだ。同じことを別の見方から見ると、この前期の貸借対照表にこれらの増減額を加えたものが当期の貸借対照表になるはずなのだ。ふむふむ。まず前期の現金以外資産をそのままここに移して、当期の現金以外資産増加額をここに移しますよなのだ。前期の負債もここに平行移動して、当期の負債増加額もここに移しますよなのだ。もちろん前期の賞味財産もそのままここに移して、当期の賞味財産増加額をここに移すのだ。最後に前期の現金をここに平行移動して、当期の現金増加額をここに移すと当期の貸借対照表の出来上がりなのだ。最初に見た前期と当期の貸借対照表から全体のサイズが大きくなってることを見たけど、その増減要因は実はこんな感じでしたということなのだ。そんで今後の比較のためにこの増減パターンを基本増減パターンと呼ぼうなのだ。するとこの当期貸借対照表は基本増減パターンに基づく当期貸借対照表となるのだ。それじゃあ基本増減パターン以外の場合に現金の動きがどう変化するかを見てみようなのだ。まず分かりやすくするために一旦当期現金増加額を消して現金以外資産から見てみようなのだ。もし現金以外資産がこんな風に基本増減パターンより多い場合には、この差額部分が現金増加額になるのだ。そしてこれを当期貸借対照表に移すとこんな感じになるのだ。これを基本増減パターンに基づく当期貸借対照表と比較してみると、現金残高はこんな感じで減ってるんだけど、それは当期現金増加額が小さくなってるからなのだ。つまり現金以外資産の増加額が大きくなると現金増加額は小さくなるのだ。なるほどね。そんでもって逆にこんな風に現金以外資産の増加額が基本増減パターンより小さくなる場合には、この差額部分が大きくなって、つまり現金増加額が大きくなるのだ。こうして出来上がった当期貸借対照表を基本増減パターンに基づく当期貸借対照表と比較すると、やっぱり現金増加額が大きくなっていることがわかるのだ。てなわけで現金以外資産の増加額が小さくなると現金増加額は大きくなるのだ。じゃあそんな感じで一旦基本増減パターンに戻して、負債や賞味財産の当期増減額が基本増減パターンから変化するとどうなるかを見てみようなのだ。まず当期現金増加額を消して、負債増加額がこんな風にさらに増加して、賞味財産増加額もこんな風にさらに増加すると、当期の貸借対照表はここからこんな風に変わって、貸借対照表の右側のサイズが大きくなるのだ。そこでそれに合わせるために現金以外資産を下に移動しておくのだ。そんでこの差額が当期現金増加額になるから、これを反映すると当期貸借対照表はこうなるのだ。つまり負債増加額や賞味財産増加額が大きくなると現金増加額も大きくなるのだ。よくわかったわ。そんでまた基本増減パターンに戻して、今度は負債増加額や賞味財産増加額がこんな感じで基本増減パターンより小さくなった場合を考えようなのだ。まず当期現金増加額を消して、新パターンの当期負債賞味財産増減額を当期貸借対照表に反映するとこんな感じで隙間ができるのだ。
だからそれをくっつけて現金以外資産も位置を揃えておこうなのだ。そんでこの差額部分が現金増加額になるから、それを当期貸借対照表に反映させるとこうなって、基本増減パターンより現金増加額が小さくなっていることがわかるのだ。つまり負債増加額や賞味財産増加額が小さくなると現金増加額も小さくなるのだ。今まで見た関係をまとめてみたのがこの表で、それぞれの項目が基本増減パターンと比べて増加した場合がここ、減少した場合がここなのだ。まず現金以外資産を見てみると、基本増減パターンより増加すると現金増加額は減少し、基本増減パターンより減少すると現金増加額は増加するのだ。負債と賞味財産に関しては、基本増減パターンより増加すると現金増加額も増加し、基本増減パターンより減少すると現金増加額も減少するのだ。現金以外資産についてはその増加額と現金増加額の符号の向きが逆だけど、負債と賞味財産に関してはその増加額と現金増加額の符号の向きが同じなのね。つまりはそういうことなのだ。実はこの考え方はかなり重箱度が低いから時間をかけて説明してみたのだ。ありがとう。よくわかったわ。じゃあ今までの説明を踏まえて超スーパー簡単関節法キャッシュフロー計算書を作ってみようなのだ。ここにボンドプロジェクトの当期と前期の貸借対照表を用意しますなのだ。そんで現金以外資産、負債、純資産といった大項目の増減を分析してみるとこんな感じになるのだ。現金以外資産は期首残高つまり前期末残高684万8518円から当期末残高9927万2719円に増加しているから、その増加分は現金の減少として現れるのだ。負債と賞味財産は負債の期首残高1億5662万8835、賞味財産の期首残高5581万6799から負債の期末残高1億4205万3183、賞味財産の期末残高3864万5249に両方減少してるから、その減少分は現金の減少として現れるのだ。そんでこの3つの要素を合算すると当期の現金増減額マイナス1億2417万1403円が導き出されるのだ。現金の期首残高2億559万7116円に当期現金減少額1億2417万1403円を反映すると期末現金残高は8142万5713円となって、貸借対照表に記載してある当期末現金残高と一致するのだ。一致して気持ちいいわね。気持ちいいのだ。第10期はなんか合わないみたいよ。これは第10期の前期である第9期の貸借対照表が貸借が合ってないやつだったから、ここに誤差が出るのはやむなしなのだ。この期首残高つまり第9期の期末残高に何かエラーがあるかもしれないから合わないってことね。そうかもしれないのだ。ちょっと待ってよ、ずんだもんくん。さっき見たように間接法のキャッシュフロー計算書では3種類のキャッシュフローが別々に出てたわよね。この超スーパー簡単キャッシュフロー計算書では3種類のキャッシュフローそれぞれの状況がわからないわよ。そうなのだ。そのためにはこの超スーパー簡単キャッシュフロー計算書に一手間加える必要があるのだ。まずイメージで説明すると、例えば前期と当期の貸借対照表を比較してこんな増減パターンが得られたとしますなのだ。具体的には現金以外資産の増加額がプラス50、賞味財産の増加額がプラス100、負債の増加額がプラス10だったとして、その時差額で求められる現金増加額はプラス60なのだ。やらないといけないのはこの数字をこんな風に分解した上でこんな風に3つのキャッシュフロー項目に分類することなのだ。そんで今ここに書いてある数字は現金以外資産、負債、賞味財産の増減額だから、さっきのまとめ表を思い出してこの表のここに書いてある項目増減額についてこんな風に現金以外資産項目の符号を逆向きに変換して
負債項目と賞味財産項目は符号をそのままにすると、これが各項目の現金への影響額となるのだ。そんでこの各項目の現金への影響額を抜き出してこんな風に並べ替えると、それがすなわち3つのキャッシュフローとなるのだ。ほうほう。そしてそれぞれの項目を合計するとこうなって、その各項目合計をさらに合計するとネットキャッシュフロー、つまり当期の現金増減額が算出されるのだ。ああ、このプラス60ってのは最初に設定した増減パターンにおける現金増加額プラス60と一致してるわね。ご明察なのだ。そんでもってこの関節法で作った営業キャッシュフローに着目してみると、解説ページにもあったように PL 上の利益と営業キャッシュフローとの関係を明示するために税引き前利益から始めよと書いてあるのだ。ここには税金等調整前等基準利益って書いてあるけど、それって税引き前利益と同じこと？そうなのだ。税金等調整前等基準利益ってのは連結財務諸表の時の呼び方のバージョンなのだ。ふむふむ。そんで実際の企業の間接法キャッシュフロー計算書も税引き前等基準利益をスタート地点にしてるのだ。あれ？でもさっきずんだもんくんが作ったやつでは税引き後の等基準利益をスタート地点にしてるわよね。これどういうことなのかしら？これは僕の貸借対照表をベースにするやり方だと、貸借対照表の賞味財産増減額の要素である当期税引き後利益をそのまま引っ張ってきてるからなのだ。ああ、ボンドプロジェクトの貸借対照表を例にするとこの部分ってことね。そうなのだ。てなわけで元に戻って、この貸借対照表から持ってきた税引き後利益がどういう意味を持つのか考えていこうなのだ。そもそも PL 上では営業利益が120あったとしましょうなのだ。そこに受取利息15とか払い利息20とかがあって、これらは普通の企業だと営業外収益、営業外費用に通常分類される項目なのだ。投資先の会社に貸してる貸付金からの利息とか銀行に貸してもらってる借入金の利息とかは会社の本業というよりも会社全体に関係するから営業外で区分することにしてるのかしら？そんな感じなのだ。そんで営業利益120からそれらの営業外収益とかを足したり引いたりした結果、税引き前利益115になるんだけど、さらにここから PL 上の法人税15を差し引いて税引き後の当期利益になるって感じなのが PL 上の流れなのだ。そんで僕のやり方だとこの税引き後利益を営業キャッシュフロー計算のスタート地点に持ってきてるわけなんだけど、営業キャッシュフローっていうくらいだから営業利益からスタートするように調整していきたいのだ。そのためにこの税引き後の当期利益から PL の動きの逆をたどってみようなのだ。そのためにここに調整スペースを設けておくのだ。まず税引き後利益100に法人税15を足し戻して税引き前利益115にするのだ。さらに営業外費用の支払い利息20を足し戻して営業外収益の受取利息15をもらわなかったことにすると営業利益120が得られるのだ。あれ？でもそうするとここが営業利益120になるってことは、それにいろいろ調整を加えたら営業キャッシュフローは110じゃなくて130になっちゃわないかしら？つまりこの部分が20だけ過大計上されてしまってないかしら？そうなのだ。だから営業利益をスタート地点にするためにはこの辺りの調整が必要なのだ。どういうことかというと、まず未払い法人税等の増減プラス10ってやつは負債の部にある未払い法人税等勘定を見ると、例えば期首残高が10で当期の利益に課税される PL 上の法人税等が15あって、さらに当期に現金で5だけ法人税を納付した場合には差額計算により期末残高が20になるのだ。あれ？これって期首残高、つまり前期の利益にかかる法人税等10のうち5しか払ってないってこと？説明のために極端なケースを採用してるってことで許してほしいのだ。 NPO 法人さんは法人税等の中間納付がいらないケースもあるみたいだけど、普通の法人さんは中間納付するケースもあるからさらにややこしいかもしれないのだ。ママへはそんで期首残高と期末残高に着目すると負債が10増えている、つ
つまり現金が10増える影響があるってことなのだ。これを別の見方から見ると、当期の PL 経常法人税等15は負債が15増えている、つまり現金が15増える影響があるってことで、それを営業キャッシュフローのところにも反映しておこうなのだ。そんでこの当期に現金で法人税等を支払うことによって負債が減少した分については、負債が5減少しているから現金が5減る影響があるってことなのだ。だから営業キャッシュフローのところはこんな風に調整する必要があるのだ。つまりこれは負債の部にある未払い法人税勘定の増減要因元に営業キャッシュフローに反映した図ということなのだ。この図では現金への影響額の合計がプラス10になるから、さっき見た期首残高と期末残高を比べた増減の結果に着目した場合と計算上同じになるのだ。ああ、当期税引き簿利益をスタートにしてた調整前のバージョンでは、未払い法人税等勘定の純増減額プラス10を現金影響額10としてカウントしてたけど、今回の税引き前利益115をスタートにしたバージョンでは、未払い法人税等勘定の増減要因をそれぞれ営業キャッシュフローの別の箇所に計上して、合計の現金の影響額がプラス10になるってことね。そういうことなのだ。そんで次に利息関連負債の増減による現金への影響額プラス10について見てみると、これも負債の部にある未払い利息勘定を見てみて、期首残高と期末残高を比較した負債の純増額10が現金への影響額プラス10ってことなんだけど、これを増減要因別に見ると、当期の PL に計上された支払い利息費用20によって負債が20増えてるから、現金影響額もプラス20なのだ。それを営業キャッシュフローのこの部分に書いておくのだ。そんで当期に現金で利息を支払うことによって未払い利息勘定が10減少した分は現金への影響額マイナス10となるのだ。それをここに書いておきましょうねなのだ。つまり増減要因元に記載するとこうなるってわけなのだ。この場合の現金への影響額の合計はプラス10だから、期首残高と期末残高を比較した負債の純増額10が現金への影響額プラス10ってのと計算結果は同じなのだ。ふむふむ。次に利息関連資産の増減による現金への影響額マイナス10を見ると、これは資産の部にある未収利息勘定、ただし多くの場合は未収収益勘定の中に入ってるかもしれないやつを見ると、期首残高10と期末残高20を比較して資産が10増加してるから現金影響額マイナス10なのだ。現金以外の資産の増加の符号と現金影響額の符号は逆になるんだったわよね。そうなのだ。これを増減要因別に見ると、当期 PL に計上された受取利息収益のプラス15は現金影響額としてはマイナス15を意味するのだ。それをここに書いておくのだ。そんで当期に現金で利息を受け取ったことにより資産である未収利息勘定が5減少している分については現金への影響額はプラス5になるのだ。それをここに書いておきましょうねなのだ。今見た増減要因ごとに記載したパターンではトータルの現金影響額がマイナス10になってるから、期首残高10と期末残高20を比較して資産が10増加してるのを現金影響額マイナス10としたのと計算結果は同じになるのだ。ふむふむ、よくわかったわ。つまり貸借対照表項目の純増減額に着目したバージョンがこれで、さっき見たように一部については増減要因に分解して考えてみたのがこっちのバージョンなのだ。つまりこの部分は貸借対照表項目の純増減額の現金への影響額を記載しているけど、それを増減要因に分解して記載したのがこちらということなのだ。両方とも貸借対照表項目の増減から作っているという点は変わらないのだ。こっちのバージョンを見てみると、ここが PL の営業利益ベースになっていて、営業キャッシュフローとの関係が分かりやすいかもしれないのだ。さらにここは営業利益の中に費用として含まれている減価償却について、減価償却は資金流出を伴わない費用だから営業利益を営業キャッシュフローに直すために足し戻しているものと理解できるのだ。さらにここは運転資本つまり営業関係の資産と負債の増減の現金への影響額を反映しているということなのだ。ここはちょっと分かりにくいかもしれないけど、
営業利益の中にはまだ現金でもらってない売上とかまだ現金で支払ってない費用とかがあるから、それを調整してるということなのだ。運転資本については面白い論点もあるから、いつか動画で取り上げるかもしれないのだ。はいはい。そんでここは純粋な本業関連とは言い切れないけど、投資 CF でも財務 CF でもなさそうなやつをまとめてるのだ。てなわけでこのバージョンは PL の営業利益にいろいろ調整を加えて営業キャッシュフローに直しているように見えるのだ。なるほど。解説ページに書いてあった利益とキャッシュフローの関係が明示されるって意味が分かってきたかもしれないわ。それは何よりなのだ。さらに言うと、一般に使われてるやつはこんなやつなのだ。この真ん中のバージョンの税引き後利益に PL 系上法人税等額を足し戻したもの。右のバージョンでは税引き前利益としてそこから計算をスタートさせているということなのだ。なるほどね。さらにここからここまでを小計って感じでまとめて、これらの純粋な本業関連とは言い切れないけど、投資 CF でも財務 CF でもなさそうなやつは小計欄より下に記載しているのだ。ふむふむ。念のためもう一回おさらいすると、一般に使われている間接法の営業キャッシュフローは PL の税引き前利益からスタートして、営業外収益、営業外費用などを足し戻すと、この部分が営業利益になって、そこに現金支出のない PL 費用項目を足し戻して現金の動きに近づけたり、未入金なのに PL の収益、費用に含まれている項目や入金済みなのに PL の収益、費用に含まれていない項目を調整して現金の動きに近づけたりして、小計欄より上を本業に関連するキャッシュフローになるような感じにしているのだ。そんで小計欄より下は本来営業キャッシュフローって言っていいか微妙だけど、とりあえず営業キャッシュフローに入れてるやつっていうことなのだ。なんか分かった気がするわ。ちなみにこの部分をこんな感じにする間違いが多いから注意なのだ。これはおそらく真ん中のバージョンのここをそのまま持ってきたもの。つまり法人税等は符号を逆にしてここに持ってきて、払い利息も符号を逆にしてここに持ってきて、受け取り利息も記号を逆にしてここに持ってきたものだと思われるのだ。これは多分一旦足し戻したものはもう一回引き直さないといけないよねという考えから来てるかもしれないんだけど、実際はもともと貸借対照表の純増減額の現金影響額を増減要素に分けて記載するとこうなるんだから、当然ここも同じ数字になるってことがわかると思うのだ。そうね。それではこの営業キャッシュフローを使って全体のキャッシュフロー計算書を作ってみようなのだ。ちなみに投資キャッシュフローと財務キャッシュフローは投資や財務関連の貸借対照表項目の増減額を内訳に分解して、それぞれの現金影響額を記載するのだ。この辺は直接法をやるときに解説した方が分かりやすいかもしれないから、次回に持ち越しなのだ。てなわけで出来上がりましたよなのだ。やったわね。じゃあいよいよボンドプロジェクトでキャッシュフロー計算書を作ってみようなのだ。前期と当期の貸借対照表をここに用意して、各項目の増減を分析した上で3種に色分けするとこんな感じになるのだ。ここが営業キャッシュフローで、最新の第14期はマイナス5571万906円という試算結果になったのだ。いろんな過程を含んでいる推測だから、その点に要注意ね。その通りなのだ。 PL の税引き前利益からスタートして、営業外収益、営業外費用などを足し戻すと、ここが営業利益相当の金額になって、そこに現金支出のない PL 費用項目を足し戻して、さらに未入金なのに PL の収益、費用に含まれている項目や入金済みなのに PL の収益、費用に含まれていない項目を調整すると、ここが本業に関連するキャッシュフローになるような感じになるのだ。そんで小計欄以降は分類が微妙なやつを記載して、その結果営業キャッシュフローの試算結果が得られたということなのだ。営業キャッシュフローがマイナスになっている要因としては、税引き前利益がマイナス1685万1550円になってるのもそうだけど、他にも営業資産項目のうち未収入金増減の現金影響額マイナス2280
44円も大きそうなのだ。概算目録を見てみると、当期は東京都の令和5年度若年事業補助金とかが大きく増えていて、これについて見てみると、2023年12月時点の書類によると、ボンドプロジェクトから第3四半期分の概算払いの請求があって、それが認められて930万円の概算払いが交付されるみたいなんだけど、第1四半期と第2四半期、つまり2023年の4月から9月までは自己資金による対応が可能だからってことで概算払いはなかったみたいなのだ。そうすると第1四半期と第2四半期、つまり2023年の4月から9月までにボンドプロジェクトが支出した金額は合計1844万3435円で、これを自己資金で支出したかもしれないのだ。ちなみにこの令和5年の事業に関する2023年の4月から2024年の3月までを対象とした補助金交付決定額の総額3999万6000円はまだ全然入金されていないということかもしれないのだ。ボンドプロジェクトの14期、つまり2023年度の会計書類を見てみると、これらはボンドプロジェクトの会計期間である2022年11月から2023年10月までが集計期間だから、概算目録に書いてあるこの事業の未収金2224万266円は2023年4月から2023年10月の事業支出として活動計算書の受け取り補助金、ただしまだ未入金として計上されてるかもしれないのだ。あ、そうするとこことここを比べると、この差額の379万6831円は2023年10月の支出かもしれないってことね。そうかもしれないのだ。いずれにせよ経費支出が補助金の入金に先行してるから、キャッシュフロー的にはマイナスの影響があるかもしれないのだ。あとは営業負債項目増減の現金影響額のうち前受け金についてみると、概算目録上は前期と比べて1686万2534円分前受け金が減ってるから、やっぱりこれもキャッシュフロー的にはマイナスの影響かもしれないのだ。そうかもね。あとこの承継欄の下にある利息の受取額と法人税等の支払額なんだけど、貸借対照表上に未収利息勘定や未払い法人税勘定がないから、当期の PL 計上額がそのまま当期の現金受取現金支払いだと仮定して、当期の現金受取現金支払額をここに書いてるのだ。さらに前回見たように借入金は無利息と仮定してるから、払い利息についてはしかとしてるのだ。仮定に基づいているのは分かったわ。そんで営業キャッシュフローはマイナス、投資キャッシュフローは土地建物の6687万3121円の支出があったりしてマイナス、財務キャッシュフローはゼロって感じになるのだ。これにはいろんな解釈があるだろうけど、 NPO には特殊な事情も多そうだから、なかなかパターン分析は難しいかもしれないのだ。ママへはちなみに3つのキャッシュフローの合計がここになっていて、14期はマイナス1億2417万1403円なのだ。あ、最初に見た貸借対照表上の現金減少額と一致してるのね。そうなのだ。なるほど、間接法はよくわかったわ。次は直接法やっていきましょうか。大変残念ながら時間切れになってしまったので、その辺は次回に持ち越しなのだ。いい加減にしてよね。てなわけで本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。1、キャッシュフロー計算書を見ると現金の動きが分かりやすいかもしれないのだ。2、営業キャッシュフローを間接法で作る場合、貸借対照表項目の増減額をベースに理解すると分かりやすいかもしれないのだ。3、次回こそ真の後編になる予定だからお楽しみになのだ。しっかりしてよね。てなわけでいかがでしたか？当チャンネルではこれからもいろんなテーマで会計を学んでいきたいのだ。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ登録をお願いしますなのだ。直接法
では現金勘定の動きを見るためにこのパズルを解かないといけないのだ。まあ計算結果は関節法と同じになるんだけどね。次回ボンドプロジェクトのキャッシュフロー計算書を直接法で作ってみたのだ。次こそ最後にしてよね。お楽しみになのだ。